皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは、優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？今日の動画を撮影しているのが12月23日なんですけど、もう少しで2025年も終わってしまいますね。もう残されたところあと1週間ぐらいです。もうね、20歳を超えたあたりから本当に時間が過ぎるのが早くて、もう怖くてたまらないんですね。自分が年を取っていく感覚っていうのもそうなんですけど、それだけじゃなくて、一日一日が終わる、過ぎ去っていくスピードが速すぎて、それが一番怖いんですね。なので、毎日毎日幸せをかみしめながら生きるようにしているんですけど、皆さんも、この一年どんなことがありましたかね？今日はね、ちょっと日本の年越しについてお話ししていくんですけど、年越しっていうのは2025年から2026年、今年から来年に変わるタイミングのことですね。これを年越しって言うんですけど、今日は日本の年越しについてお話ししていきます。きっと皆さんが住んでいる国の文化だったり、皆さん自身の過ごし方とか、人によって違うと思うので、もしよかったら私の話を聞きながら、皆さんの文化とかと聞き比べながら楽しんでいっていただけたらいいなと思います。では早速年越しについてお話ししていくんですけど、年越しっていうのはさっきも言ったように、一年が変わるタイミングですね。年が変わるタイミング。12月31日大晦日から1月1日に変わることを年越しって言います。で、私の家では正直年越しに関してあんまり何か特別なカウントダウンをするとかはないんですけど、毎年毎年必ずしていて、日本の伝統でもあるのが年越しそばを食べることです。お蕎麦。年越しそばを食べます。蕎麦っていうのは他の麺、うどんとかラーメンとかに比べて長くて長生きをするとか、そういう意味を込められて、日本では年越しそばが食べられています。で、これを私も小さい頃からずっと食べてるんですけど、その年越しそばの上に天ぷらと、お母さんが作ってくれた揚げを一緒に置いて食べてます。これが私の年越しに食べるものなんですけど、まあ、この年越しそばは日本全体で有名なものなので、きっとどこの家でも食べられているんじゃないかなと思います。他にも人によっては友達とパーティーをしたり、あとお寺に行く人もたくさんいます。お寺とか神社ですね。これはなんでかというと、日本では年越しのタイミングに、除夜の鐘って呼ばれる鐘が鳴らされるんですね。大きいベルです。ベル。鐘が鳴らされます。これが108回鳴らされるんですけど、これが何のために行われているかというと、煩悩を払うために行われているっていう風に言われてます。正直私も煩悩っていうのがあんまり何なのかわからないんですけど、Google で調べてみたら、欲望に近いみたいです。欲望。何かが欲しいっていう気持ち。で、これは仏教の教えから来ているみたいなんですけど、この煩悩っていうのは自分の心を苦しめるみたいなんですね。なので、その自分の心を苦しめているものを払う。なくすっていう意味で除夜の鐘を鳴らします。で、お寺によったら、私たちもつける場所があるんですね。私たちも、鐘を鳴らすことができる場所もあります。私はやったことがないんですけど、私のおじいちゃんとおばあちゃんは昔、よく毎年毎年月に行ってたっていう風に聞いたことがあります。除夜の鐘を鳴らしにお寺かな神社かなどっちかに行っていたみたいなんですね。
で、私も正直やってみたいなっていう気持ちはあるんですけど、皆さん知っての通り、私は外が苦手で、もちろん人が多い場所も苦手なので、大晦日は本当にお寺も神社も混んでるので、私はね、一生行くことはないと思います。その代わり私は除夜の鐘じゃなくて、1月の2日とか3日とか、人が少ない時に家族でお寺に行って、毎年鐘を鳴らしてます。これが私の習慣なんですね。私のお正月だったり、年越しの習慣です。ちょっと1月の話、お正月の話をしちゃったんですけど、そんな感じです。人によっては、大晦日の日にお寺に行って鐘を鳴らしたり、除夜の鐘を聞きに行ったりする人がいます。私の家まで除夜の鐘は聞こえてくるので、私はいつも12時になるまでちゃんと起きてて、何回か除夜の鐘を聞いて寝ます。それでね、私は大満足なので十分なんですけど、やっぱり神社とかお寺に直接見に行くっていうのは、すごくすごく素敵な体験になるんじゃないかなと思います。そして、もう一つお話ししたいのが、テレビ番組についてです。日本では私が小さい頃、すごくすごく有名な番組があったんですね。それが、笑ってはいけないガキの使いっていう番組だったんですけど、今はもうやってなくて、数年前からその番組はやらなくなったんですけど、それがどんな番組かというと、お笑い芸人、日本のコメディアン5人が、メインキャラクターというかメインで出ているんですけど、すっごくすっごく面白い番組なんですね。なので、その5人は笑っちゃうんです。でも、タイトルにもある通り、笑ってはいけないなので、笑ったら罰ゲームが待ってるんですね。なんか、すっごく叩かれる番組なんですけど、それが本当に面白い番組で、私自身も毎年毎年家族で見て、もう笑って笑って、一年の終わりと一年の始まりを楽しく迎えてたんですけど、それがなくなってしまったので、すごく残念です。で、最近はね、正直日本の番組がどん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 面白いものが減ってきてしまったんですね。で、これは日本だけじゃないらしくて、この前生徒さんとこの話になった時に、昔の方がテレビ番組が面白いものが多かったっていう人が結構多いんですね。なので日本だけじゃないと思うんですけど、やっぱり今ではネットフリックスとかディズニープラスとかユーネクストとかそういうところの方が面白いものが多いんですね。なので私も正直テレビ番組は全く見なくなってしまって、もう最近は年越しのタイミングはもう普通にいつも通り YouTube 見たり、好きな映画を見て年越ししたり、そんな風にすることが多いです。なのでね、やっぱり、家族と一緒に楽しみながら見るみたいな番組がどん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 減ってしまって、それはまたすごく寂しいことなんですけど、それでもその笑ってはいけないっていう番組は小さい頃のすごく素敵な楽しかった思い出なので、心の中にしまっておこうと思います。すっごく楽しかった思い出として。皆さんの国にもそういう面白いテレビ番組とかありましたかね？もしあったらぜひぜひ教えてくださいね。で、日本ではクリスマスはね、学校とかお仕事によったら休みのところもあるし、休みじゃないところもあるんですね。で、私はね、確か学校はもう休みだったんですけど、去年会社員だった時、一昨年去年忘れちゃったけど、会社員だった時は、クリスマスは、普通に仕事でした。
でも私は休みたかったので、有給を取って休んだんですけど、普通に会社とかで働いている人はすごくすごく多いと思います。やっぱり日本では神道の方、宗教の神道の方が多いので、やっぱりクリスマスよりもお正月とか、大晦日をもっともっとお祝いする家族が多いんですね。なので私も、あさってクリスマスなんですけど、正直クリスマスは何もしないと思います。ただケーキを食べるだけなんですけど、その代わりに大晦日は伝統的なご飯を食べたり、好きな映画を見てゆっくりしたり、あとお正月ですね。お正月は私はいつも家族と親戚と集まって、一緒にご飯を食べたりするので、そういったことがすごくすごく楽しみです。私の生徒さんは結構ヨーロッパの方が多くて、ヨーロッパに住んでいる方が多いので、みんなの話を聞いてたらね、クリスマスが本当に楽しそうで、もうクリスマスツリーの話もそうだし、伝統的なご飯とか、ケーキとか、クリスマスマーケットとか、もうそういうのが羨ましくてしょうがないんですけど、でもね、私もいつか、クリスマスの時期に海外旅行とかしたいなって思ってます。やっぱり日本よりももっと盛大に大きく祝っているイメージがあるので、そういったのを楽しみにいつか行ってみたいなって思ってます。で、ぜひぜひ皆さんいつか日本の年越しですね。日本の大晦日、お正月を楽しみに、ぜひ日本に来てくれたら嬉しいです。今、留学で日本に来ている方だったり、お仕事で日本に住んでいる方、ぜひぜひ日本の伝統的な過ごし方を楽しんでいただけたらいいなと思います。そして多分この動画が、今年最後のものになると思います。わからないけど、多分この動画が最後です。なので皆さんに改めて一年の感謝をお伝えさせていただきたいなと思います。本当に皆さんのおかげで、この一年すごくすごく楽しく幸せに生きることができました。動画を見ていただいていた方はわかると思うんですけど、まあ、この一年の最初の頃は正直私はもう毎日毎日辛くて苦しいことが多くてもう泣いて過ごす毎日だったんですけど、今では皆さんのおかげで毎日笑顔で幸せに過ごすことができています。本当に私の動画をいつも楽しんで見ていただいている皆さん、そして私をいつも応援してくれる人のおかげで本当に毎日幸せです。ありがとうございます。この一年本当に皆さんのおかげで素敵なものになりました。これからもたくさんたくさん楽しい動画を作っていきたいなって思ってるので、よかったら2026年も私と一緒に楽しんでいただけたらすごく嬉しいです。このポッドキャストもゲームの動画もたくさんたくさん新しいことにチャレンジして皆さんの日本語の勉強をもっともっと楽しいものにできるように全力で頑張りたいなと思います。皆さんもこの一年幸せに過ごしていてくれたらすごく嬉しいです。そして来年2026年も一緒に楽しく幸せに頑張りましょう。では皆さん、今日も本当にここまで見てくれてありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また来年の動画でお会いしましょう。良いお年をお過ごしください。じゃあね。